誰もが何かが起きると信じて球場へ足を運ぶ夜はあります。しかし、その期待をはるかに超える瞬間を目撃できる日は、一つのシーズンでもそう何度も訪れません。ロサンゼルス、ドジャースの本拠地、ドジャースタジアム。試合開始までまだ一時間く残されているにもかかわらず、スタンドはすでに青いユニフォームで埋め尽くされ、客席には独特の高揚感が漂っていました。観客たちの視線は自然と一人の男へ集まります。背番号17、大谷翔平。その名が大型ビジョンに映し出されるたび、場内はひときわ大きな歓声に包まれました。前夜、大谷は豪快な一発で球場を沸かせたばかりでした。その衝撃は一晩経っても冷めることなく、日本のスポーツ番組は朝から特集を組み、アメリカのメディアも、完全復調、と大きく報道。SNS では、今夜も歴史が動くかもしれない、という投稿が次々と拡散され、試合開始前から異様な熱気が球場全体を支配していたのです。しかし、この日の相手は簡単に流れを渡すようなチームではありません。シアトル、マリナーズは今季安定した投球を続ける右腕を先発に送り込みます。力強いフォーシームと鋭く落ちるスプリットを武器に、多くの強打者を沈めてきた実力派。試合前には、大谷に長打だけは許さない。その一点だけに集中する。と静かに言い切り、勝負への覚悟を覗かせました。一方、ドジャースベンチも落ち着いた雰囲気の中に闘志を秘めています。ムーキー・ベッツは笑顔を見せながらも、翔平の状態は間違いなく上向いている。でも相手も真正面からは来ないだろう。と語り、フレディ、フリーマンも、彼が打席へ向かうだけで球場の空気が変わる。それが今の翔平だ。と絶大な信頼を口にしました。そして迎えたプレーボール。一回表。マリナーズ打線は積極的にバットを振っていきます。しかし、ドジャース先発右腕も負けてはいません。外角いっぱいの速球で見逃し三振を奪うと、続く打者を言う頃、高めのストレートで空振り三振。わずかな球数で三者凡退に打ち取り、スタンドからは大きな拍手が湧き起こります。この流れなら、そんな期待が球場を包み込む中、1回裏、先頭打者が出塁し、場内アナウンスが静かに響き渡ります。翔平、大谷、その瞬間でした。5万人を超える観客が一斉に立ち上がり、無数のスマートフォンが夜空へ掲げられます。今日も頼むぞ、見せてくれ、という声援が四方八方から飛び交い、まるで優勝決定戦のような熱気。打席へ向かう大谷は歓声を気にする様子もなく、ゆっくりとバッターボックスへ入りました。初球は外角いっぱいへのストレート。静かに見送りストライク。2球目は内角高めの速球。鋭いスイングでファウル。あっという間に追い込まれ、マリナーズバッテリーの思惑通りの展開に見えました。ところが、ここから空気が少しずつ変わり始めます。3球目のスプリットをわずかに当ててファウル。4球目の速球もファウル。5球目、高めへ誘う1球にも食らいつき、再びファウル。1球ごとにスタンドのざわめきが大きくなります。終わらない。何かを狙っている。そんな期待が観客の胸に広がり始めました。そして6球目、マウンドの右腕は深く息を吐き、渾身のフォーシームを内角へ投げ込みます。ボールがミットへ届く。その一瞬前、鋭く振り抜かれたバットが乾いた快音を響かせました。打球はライト方向へ一直線。ライトは数歩後退し、フェンス際で足を止めます。観客の誰もが立ち上がり、伸びろ、という歓声が球場中から重なります。しかし打球はフェンス最上部へ一直線。大きく跳ね返った8球はグラウンドへ戻り、大谷は一塁を蹴ると迷うことなく二塁へ滑り込みました。惜しくも本塁打には届かなかったものの、あとわずか数十センチ。球場全体がどよめきに包まれ、実況席も思わず声を張り上げます。あと少しで入っていました。とてつもない打球です。打たれた投手は帽子のつばに手を当てながら苦笑い。捕手も思わず外野を振り返り、その飛距離に言葉を失います。ドジャースベンチは一気に活気づき、ベッツは笑顔で大家へ向かって拍手を送り、フリーマンは何度もうなずきながら、今のスイングを見たか、という表情で仲間たちと視線を交わします。球場の空気は完全に変わりました。まだ得点は生まれていない。それなのに、誰もが感じ始めていたのです。光栄や、
この男はここで終わらない。そして試合が中盤へ向かおうとしたその時、マリナーズベンチでは予想もしなかった動きが始まります。投手コーチがゆっくりとベンチを立ち上がり、マウンドへ向かって歩き出したのです。その姿を見た5万人を超える観客が、一斉に息を飲みました。ここから、試合は誰も想像できなかった展開へと突き進んでいきます。球場を包んでいたざわめきは、いつしか確信へと変わり始めていました。今夜は、何かが起こる。その思いは観客だけではありません。マリナーズベンチにも重くのしかかっていました。投手コーチがマウンドへ向かい、内野手たちも静かに集まります。誰もが口数は少なく、それでも表情だけは雄弁でした。これ以上、流れを渡すわけにはいかない。短いミーティングを終え、選手たちは再び守備位置へ戻ります。スタンドからは大きな拍手が湧き起こり、張り詰めた空気が球場全体を支配しました。試合は中盤へ。ドジャースは走者を一人置き、再び大谷翔平へ打席が巡ってきます。大型ビジョンに映し出された姿に、5万人を超える観客が一斉に立ち上がりました。翔平、もう一本だ。無数の声援が夜空へ響き渡ります。マウンドの右腕は帽子のつばを整え、ゆっくりと息を吐きました。捕手は何度も首を振りながらサインを送り直します。どの球種を選んでも不安が残る。そんな緊張がダイヤモンド全体に漂っていました。初球、外角低めへ鋭く落ちるスプリット。大谷は全く反応しません。ボール、2球目、内角をえぐるフォーシーム。鋭く振り抜き、ファウル、金属音のような乾いた打球音に、スタンドから拍手が巻き起こります。3球目、今度はカットボール。ギリギリまで見極めて見送り、カウントは2ボール1ストライク。マリナーズバッテリーは間を取ります。甘く入ったら終わる。その共通認識が、表情からも伝わってきました。4球目、渾身のストレート。大谷はわずかに差し込まれたように見えました。しかし、その次の瞬間です。ガキーン。乾いた快音が球場中へ響き渡りました。打球は高く舞い上がり、右中間へ向かって一直線。外野手が懸命に追いかけます。フェンス台まで下がる。ジャンプ。届かない。8球はそのままフェンスを越え、スタンドへ吸い込まれました。球場が一周静まり返り、次の瞬間、大爆発。割れんばかりの歓声。青いタオルが一斉に宙を舞い、スタンドは揺れます。ベンチではムーキー・ベッツが思わず両手を広げて叫び、フレディ、フリーマンも笑顔で何度も拍手を送り続けました。大谷はゆっくりとダイヤモンドを一周。派手なガッツポーズはありません。静かにホームベースを踏み、仲間とハイタッチを交わすだけ。その落ち着いた姿が、かえって圧倒的な存在感を放っていました。実況席の声は歓声にかき消されそうになります。なんという一打でしょう。試合の流れを一気に引き寄せました。テレビの前のファンも、スタジアムの観客も、その一振りの余韻から抜け出せません。しかし、マリナーズも簡単には崩れませんでした。直後のイニング、先頭打者が粘って出塁。続く打者の鋭い打球でチャンスを広げます。スタンドには再び緊張が走りました。ドジャースバッテリーは慎重にコースをつき、内野陣も一歩ずつ前へ。一球ごとに歓声とため息が交錯します。フルカウント。誰もが息を止めた場面。投じられた速球は外角いっぱい。打者は手を出せず、見逃し三振。球場が再び大きく沸き返ります。それでもマリナーズは次の打者がしぶとく敵地打を放ち、1点差へと迫ります。試合は再び振り出しに近い緊張感。どちらへ転ぶかわからない展開となりました。ドジャースベンチではデーブ・ロバーツ監督が静かに選手たちへ声をかけます。焦げる様子はありません。まだ終わっていない。その一言だけで十分でした。選手たちは力強くうなずきます。そして迎えた6回裏。先頭打者が死球を選ぶと、球場がまたざわめき始めました。ネクストバッターズサークルには、大谷翔平、ヘルメットのつばへそっと手を添え、ゆっくりと深呼吸します。その姿を見た観客は自然と立ち上がり始めました。また来る。今度も何かが起こる。期待は一気に膨れ上がります。ところがマリナーズベンチはすぐにタイムを要求。内野陣だけではありません。投手コーチ、捕手、そして監督までもがマウンドへ集まり、
長い作戦会議が始まりました。場内にはどよめき、大型ビジョンにはマウンドを囲む選手たちの姿が映し出されます。歩かせるのか、いや、勝負するのか、観客席でも予想が飛び交います。時間だけが静かに流れていきました。やがて全員が持ち場へ戻ります。その瞬間、ドジャー、スタジアムは不思議なほど静まり返りました。マウンドの投手はグラブを胸の前で握りしめ、大谷はゆっくりとバットを構えます。5万人を超える視線が、たった一人の打者へ注がれる中、運命の一球が、今まさに投じられようとしていました。静寂とは、時に大歓声よりも大きな圧力になります。ドジャー、スタジアムを埋め尽くした観客は、まるで時間が止まったかのように息を潜めていました。マウンドの投手は何度もロジンバックへ手を伸ばし、グラブの中でゆっくりとボールを握り直します。その視線の先にいるのは、ただ一人、大谷翔平。この夜、幾度となく球場を揺らしてきた背番号17が、再びバッターボックスで静かに構えます。捕手は外角へミットを動かし、内野陣は一歩ずつ守備位置を調整します。ベンチからの声は聞こえません。誰もが、この一打席の持つ意味を理解していました。初球、力強いフォーシーム。大谷は最後まで見送り、ボール。2球目、鋭く曲がるスライダー。コンタクトに振り抜き、ファウル。スタンドから拍手が起こります。3球目、低めいっぱいへの変化球。見極めてボール。カウントは2ボール1ストライク。投手は一度プレートを外し、大きく深呼吸をします。ここが勝負どころだ。そんな緊張感が球場全体へ広がっていきました。4球目、外角いっぱいへのストレート。わずかにかすめるようなスイング。再びファウル。そして5球目。今度は高めへ伸びる速球。大谷は体勢を崩しながらも食らいつき、またしてもファウル。勝負は終わりません。1球、また1球。その度に歓声は大きくなり、スタンドの熱気は最高潮へ達していきます。実況席も思わず声を弾ませます。両者、一歩も譲りません。これぞ最高峰の真っ向勝負です。セイニ投手は決断しました。グラブの中で強くボールを握り、迷いなく腕を振ります。渾身の一球。大谷は鋭く反応しました。乾いた快音。8球はセンター方向へ一直線。外野手が懸命に前進します。しかし打球はあと一歩届かず、芝生の上で大きく弾みます。走者は一気に本塁へ。先制。いや、勝ち越しのホームイン。スタンドは歓喜に包まれ、大谷は迷うことなく二塁へ滑り込みました。タイムリーツーベース。決して派手な一発ではありません。それでも、この一打が試合の流れを決定づけるには十分でした。ドジャースベンチから選手たちが総立ちとなり、ロバーツ監督も力強く拍手を送ります。続く打者も集中力を切らしません。粘った末に外野へ運び、さらに追加点。リードは広がります。それでもマリナーズは最後まで諦めません。最終回、先頭打者が出塁すると、ベンチからは大きな声援。最後まで戦い抜くぞ。その気迫に応えるように鋭い打球が飛びますが、ドジャース守備陣は落ち着いて対処します。西、あと一人、球場全体が総立ちになります。最後の打者が放った高々と舞い上がるフライ。内足がゆっくりと落下点へ入り、グラブを掲げます。そして、キャッチ。試合終了。ドジャー、スタジアムは歓喜の渦に包まれました。選手たちは笑顔でグラウンドへ飛び出し、互いに健闘を称え合います。大谷もチームメイトと力強くハイタッチを交わしながら、最後まで変わらぬ穏やかな表情を浮かべていました。試合後、スタンドからは自然と大きな拍手が巻き起こります。それはホームランだけに送られたものではありません。最後の一球まで全力でぶつかり合った両チームへの敬意。そして、最高峰の舞台で最高レベルの真剣勝負を見届けた喜び。そんな思いが一つになった握手でした。インタビューエリアでは監督もチームメイトの口を揃えます。誰か一人ではなく、全員で掴んだ勝利。その言葉通り、この夜のドジャースは攻守が噛み合い、最後まで集中力を切らしませんでした。もちろん、大谷翔平の存在感は際立っていました。豪快な一打で流れを引き寄せ、勝負どころでは冷静な一振りでチームを導く。数字だけでは語り尽くせない価値が、
そのプレーにはありました。球場の照明が少しずつ落ち始めても、多くの観客はすぐには席を立ちません。グラウンドを眺めながら、今日という一日を胸に刻み込むように、その場に立ち尽くします。また、この景色を見たい。その願いを抱きながら、人々は家路へと向かいました。そして新たな試合が始まれば、世界中の視線は再び背番号17へ集まるでしょう。次はどんなプレーで球場を沸かせるのか、その答えは、まだ誰にもわかりません。だからこそ、野球はこれほどまでに人を魅了し続けるのです。